家康はなぜ江戸を選んだ？どうする家康に学ぶ日本史。寂れた官漁村ではなかった。徳川家康が関東へ威風となった時、江戸は巷で言われるように足が生い茂る寂れた官漁村であったのだろうか。家康がなぜ江戸を選んだのかを詳しく見ていこう。1590年、天正18年、豊臣秀吉は小田原の御北城を攻め滅ぼすと、家康に御北城の領地であった関東へ移封するよう命じた。徳川家臣たちは皆反対したが、家康は三河をはじめ遠江、駿河、甲斐、信濃を手放して秀吉の指示に従う道を選んでいる。御北城市は江戸を関東支配の中心拠点と定めていた。そのため江戸を中心とした放射線上の陸上の交通網が引かれ、江戸を経由して小田原へ物資が輸送されていた。つまり家康が入った時点で江戸は寂れた官漁村などではなく、かなり開けた陸上交通の中心拠点であったわけである。そして家康が秀吉の関東移封命令を受け入れた理由がここにある。また江戸を関東の中心拠点として選んだのは、実は家康ではなく秀吉であった。秀吉は御北城征伐を終えると、続いて行う予定の奥州征伐のために家康を江戸に入れて準備をさせていたことが近年分かってきている。そのために家康の関東移封も秀吉の家康いじめではなく、天下統一を視野に入れた秀吉の配置であったと考えられるのである。家康は秀吉が行った朝鮮出兵にも江戸の町の整備を理由に兵士の動員を免れている。ところで江戸時代のことわざでは、初夢に見ると縁起の良いものとして一富士、二鷹、三なすびと言われる。実はこの3つは家康が最も好んだものである。家康は富士がよく見え、鷹狩りができる広い原野のある江戸を大変に好んだようである。そのために江戸城にはいくつもの富士見櫓が築かれている。また家康は鷹狩りと称してくまなく関東平野の実地調査を行っている。そして湿地をなくすために利根川と渡良瀬川の流れを東に曲げ、太平洋に直接流水させる大工事を家康は開始する。この大工事が完成するのは家康の死後で、1621年元和7年の三代将軍家光の時代である。関ヶ原の合戦で勝利した家康は、占領した伏見城でとんでもないものを目にするのである。今まで見たこともない蔵に渦高く積まれた黄金の山である。秀吉は大阪城と伏見城の蔵に黄金を残したが、伏見城にはおそらく100トン近い金塊が残されていたと言われている。金が高騰している現在の貨幣価値では1兆円以上だと思われる。家康はこの後すぐに秀吉のやり方を真似て佐渡金山や生野銀山を直轄地にしている。
家康は源頼朝を尊敬し、吾妻鏡を愛読していた。そのため江戸を鎌倉や小田原以上の東日本の中心地にしようと考えた。そして家康は手に入れた潤沢な金と銀を元手に江戸を大改造するのである。隅田川、荒川の洪水から江戸の町を守るために家康は浅草寺が1000年以上水害に遭っていないことに目をつける。浅草から箕輪までの大堤防を家康は各地の大名に命じて60日余りで完成させている。家康の意志を受け継いだ徳川幕府は江戸湾を改造して海運の中心拠点としている。また東海道を整備して江戸と京都、大阪の流通を活発にしている。ただし1601年に発行した慶長大判小判については家康は大きなミスを犯している。慶長の大判小判は金の含有量が 84% という優れものであった。家康が関東周辺にこの金貨を文字通り大盤振る舞いしたおかげで江戸の町にはみるみる人々が集まった。そして江戸は18世紀初頭世界一の100万都市となるのである。徳川幕府は5代綱吉の1695年元禄8年までに約1470万両の大判小判を発行している。そしてこれには200トンの金が使用されたが、そのおおよその時価総額は約2兆円である。佐渡などの金山では掘りすぎで採掘が困難となり、金の採掘量は急激に減少する。さらに純金濃度の高い大判小判はみるみる海外などに消え、日本国内には金がなくなった。これが江戸幕府が幕末まで財政的にあえぐ原因の一つとなるのである。徳川家康は豊臣秀吉を真似てこの政策に関しては大盤振る舞いをしたのだが、質素倹約を旨とした家康にしては少々度が過ぎたようである。やはり何事も過ぎたるはなお及ばざるがごとしなのである。